もともとフラワー関係をやってまして、住んでいた福井市から鯖江市に引っ越しをしたんですね。で、今立に和紙があるということで、和紙の明かりを作ってみようと思ったのがふとしたきっかけで、ドライフラワーの明かりとともに和紙の明かりも作り出したんですね。そうしているうちに平面である紙が立体になったり膨らんだりへこんだりできる和紙の強さと柔らかさというところに魅力を感じて、そこから和紙の造形をやりだしました。和紙という素材自体が伝統工芸ですので、工芸的にとか伝統的にしなきゃいけないという自分の中で縛っていたんですが、もっと日常的に誰でも使えるもので、もっとアート性を広げられるんじゃないかっていう自分の縛りを解き放しまして、なくてもいいけどあったら嬉しい、使い方はあなた次第っていうような日常使いのものを今回は出展しました。以前住んでいました鯖江市の方で地元の廃材を使ったアートをみんなで作って展示しようという野外美術館を開催したんですね。でその時にディレクターも兼ねながら自分もちょっと作品作りたいなと思いまして、メガネの素材のアセテートで足を作って、大谷公園に落ちている栗で、はい、そうなんです。栗なんです。で、頭の上にグリグリと渦巻きだったり葉っぱだったりしているのは、これは和紙です。今回比較的新しい作品としてこちらの、銀色のフレーム、縦横合わせて5つあるんですが、こちらは制作の過程上どうしても出てしまう、小さい破片を集めて作ってみました。その小さい破片を平面に貼り詰めて、また貼り詰めてという工程を4層5層繰り返すと、もうこのような一つの大きな命が生まれるという和紙の魅力が詰まっている作品だなと自分でも思っています。私の作品は一貫して命をテーマにしていますので、今回のこれも共存ということで、右半分は女性、左半分は地球を表していて、女性というか、人なんですが、いろんな生き物やいろんな価値観などが共存して、みんな生きているという表現をしています。今回デビューです。はい。おかしいというか面白いというか、ゾウさんってすごく耳が大きくって鼻が長くって、でも尻尾がすごくちっちゃくって、体がとっても大きくって足が太くて、でも目は小さくって、なんて不格好なんだろうっていうところから実は始まりまして、で調べていたらゾウは安定とか信頼の象徴としていたり、神聖な動物だというところで、いろんな風水でも人気があるということが分かりまして、自分自身がゾウの置物を置いて仕事をしたいということからきっかけで作り始めたんですが、素焼きの形のゾウに和紙化粧をして、で今回はメッセージエレファントということで、ここに英語のことわざを書いてあります。で和訳はお腹に書いてあるんですが、こういうメッセージも言葉として残しておきながら、ゾウのパワーをあやかってもらえると嬉しいなと思って今回展示しました。1年前の個展から出てきたものでして、これもゾウと同様に自分のお部屋に欲しいなと思って自分用に作ったのからきっかけで、かすかに動くものって見ているととっても癒されるんですね。ろうそくとか焚き火とか、そういうかすかに動く火をじーっと見て心がほぐれるというのは、やっぱりその人の本能で癒される部分がありまして、ちょっといびつな部分、ちょっと揺れ動くというところは人が癒されるところです。なので今回のこのモビールもぶら下がっているこのパーツは一つ一つ全部形が違います。この緩やかに動く揺れと形と和紙独特の優しい色を癒されてもらえると嬉しいなって思ってます。そういったところでくねくねもすごく私は気に入っていて使い方はあなた次第ということで、
これは何か注文を受けてとかこれ用にと作ったわけではなく、作っているうちに面白くなってどんどんつなぎ合わせて大きくなったらなんか楽しくなっちゃったっていう感じのもので、天井から吊るしたり床に転がしたり形が自由になるので、画一化されてないこの曲線が面白くて自分の癒しとして、実は、搬入の時にヘルプに来てくださった方がこれを見つけて勝手にこういうふうにしてくれてあ、こういう使い方があるんだって私も驚きましたこちらはメッセージスタンドなんですが、飛羽山動物園にいる鬼大橋という鳥をモチーフにしたものです。こういう地元の飛羽山動物園というのがあるんだっていうことも知ってもらいたいなと思って今回このスタンドを作ってみました。同じようにこちらも西山動物園にいるレッサーパンダの尻尾をモチーフにしたしおりなんですが、尻尾の風合いと雲龍和紙の風合いが似てるなと思って、実際に西山動物園に行ったら10匹ぐらいいるんですね。微妙な色の違いなんですが、で一応10種類色違いで作ってみました。個展の期間が、たまたま国体の期間と重なって、せっかくこの JR 福井駅を降りていただいて、福井の駅前に来てくれたっていうことは他のお店もいろいろ知ってもらいたいなと思いまして、一旦お持ち帰りいただいて読書のしおりとして使いながら、またふっと福井の駅前を思い出してくれると嬉しいなと思いまして、多分こっちの作品より手間かもしれないです手書きなので、独学っていうとなんか学んでるみたいですけど、和紙が教えてくれるのでこうやって使ってっていう、だから和紙の思うがままものを作っているっていう感じです。